親とだけ日本語で喋って漢字も教えてもらってやっと日本語ができるのに、それが全く認められてなかったことが一番悲しくて、本当に謎の生物と接してるようで。Hey y'all, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about the struggles of so-called kikokushijos, which basically mean Japanese people that lived in another country for a while and came back to Japan. I find it pretty weird that there's even a word for that in Japanese, and there are, of course, different types of kikokushijos, but I'm going to talk about that in Japanese. ということで簡単に人生をまとめると、日本からアメリカに移住したのは6歳の頃で、今度はアメリカから日本に、帰ってきたっていうのはちょっとおかしいけど、帰ってきたのは14歳の頃。つまり育ったのはアメリカなんだよね。で、普通に公立の小学校と中学校に通って、母に、ちゃんと言えてない、母に日本語を教わってきました。で、漢字とかそういうの本当に難しくて、毎日泣くまで努力して、ありがたいことに母にやらされたんだけど、それでやっと頑張ってできるようになって、日本語は本当に家でだけ喋ってた言語なんだけど、会話は問題ない感じだったんだけど、そういう状態で日本に14歳の頃に移住しました。それで公立の中学校に行くと、もう日本ってラベルが好きなのかな、わあすごい帰国子女なんだとか言われて、ちょっと嬉しかったのかな。みんなすごい笑顔で、すごい英語できるのとか聞かれて、いや逆に英語できるのは当たり前で、うち本当は日本語できるのすごいんだけどなとか勝手に思ってたんだよね。つまり言語的に言うと、ちょっと間違えたりした時に嘲笑われたりするのが、もちろん嫌だったけど、もっと嫌だったのが日本語を認められないこと。アメリカ人と全く同じ教育を受けてきて、全てのアクティビティも家の外から一歩出たら全てが英語の世界で、親とだけ日本語で喋って漢字も教えてもらってやっと日本語ができるのに、それが全く認められてなかったことが一番悲しくて。例えば外国人がこんにちはでちょっと自己紹介したら、わー日本語すごいってなるわけじゃん。っていうかそうなるよね。うちが見てきた中ではそうなんだけど、なのにうちは全然その外国人たちと同じなわけ。日本で育ってないし、日本の教育も受けてないのに、そんなことを全く言われない。パスポートが日本で、親も日本人だからなのかな、そうやって認められなかったのが一番悲しかった。だってバイリンガルに育つのって本当に大変で、うちの場合は本当にラッキーで、母がきっちり教育してくれたから日本語が喋れるけど、で学業に関して言うと、理科と社会が本当に分からなくて、理科は単語が本当に違う。もう根本的に違う。今ドイツの大学にいるから分かるんだけど、例えば大学生が科学とか物理とかそういう話をしても、あと生物学か、大体単語は英語と似てるから、ラテン語発生だしゲルマン語族だから分かるんだけど、日本語は分からない。それで一から学び直しだったんだけど、結局今でも全部分かんなくて、英語の方が理科は楽なんだけど、その時になんでこんなことも知らないのって言われて、なんでこんなこと言われるんだろうって逆にすごくびっくりして、だって他の言語で授業を受けたんだから、これがわからないのは当たり前じゃないのって自分で思っちゃって、やっぱ日本人だと思われてるというか、帰国子女イコール日本に住んでてちょっと海外行ってまた日本に帰ってくるって言うけど帰国だからっていうイメージだから、そうやって言われるのかなって思ったけど、あと社会もさっき言ったけど、社会はとりあえず言葉が違うのは当たり前だけど、そもそも取り扱うテーマが違うわけ。アメリカだと割と政治とかバリバリやったりとかするし、歴史ももちろんアメリカに重みを置くわけ。で、日本の歴史なんて習ったこともなくて、日本に来て日本の歴史なんでこれ知らないの、当たり前なのにみたいな顔されて、いやだって習ったことないから当たり前じゃないって思って、
じゃあアメリカの歴史知ってるのって言い返そうと思ったけど、まあこんな言い争いは不毛だからやめようって思ってしなかったんだけど、その人たちが他の国の歴史を深くわからないように、うちも日本の歴史はさっぱりわからなくて、なのにそれが分かってもらえなくて、すごく辛かった。人の気持ちを考えるっていうのがすごく大切って言われて育つけど、そこに関しては難しいのかな。日本の人ってあんまり海外行かないし。まあ、学業ではそんな感じ。それで、普通に、なんていうの、ソーシャルライフ、なんていうんだろう。普通には友達とか作るっていうことに関すると、中学、まあ1年間通ったんだけど、本当に友達ができなくて、日本の社会というか中学校に溶け込めなかったことについて一言や二言言うと、結構空気を読めないっていうのは、まあアメリカ全体的にちょっとできないとしても、うちは本当にできない方だから自分のせいだなと思うところはあるわけ。けれど日本のコミュニケーション方法、つまり物を直接言わない、逆に直接的に言うのがそんなに良くないこと、ちょっと失礼なことっていうことを知らなくて、あとすごい相手の気持ちを汲み取るのが本当に大切っていうことだけど、相手の気持ちを日本人のレベルまで汲み取るのって本当に大変で、日本人ってすごいなってだから思うんだけど、嫌だとかダメとかを言わない文化だっていうことを知らなくて、自分が感じた中では日本は空気を読んだり周りに溶け込むのがすごく大切な社会なのに、全然うちはすごく溶け込めなくて、結局友達はできなくて、教室の隅とかで本を読んでたりしたんだけどそれでもう日本に住み始めて1週間ぐらいで、もう早くアメリカ帰りたいってずっと言ってて、でまあ高校に行った時はわざわざ帰国子女が多い高校に行ったから、そういうのを分かってもらえる友達にも会えたし、そういうのに理解がある人にも出会えたんだけど、一般の日本人全員じゃないけど、何回も言うけど全員じゃないけど、結構理解は難しいのかなとは思ったんだよねそれで結局言いたかったのは、帰国子女だから羨ましい、二言語できるなんて羨ましいとか本当に言わないでほしい。言いたい気持ちはわかるんだけど、みんなが英語話せないとか言ってるように、日本語は本当に外国語みたいな感じで、まあうちの家では結構みっちり教えてもらったからこのレベルだし、家だけで喋ってたけどこのレベルなんだけど、いや本当にバイリンガルに育つのは大変。他のビデオでも話したけど本当に大変だし、文化的にもいくらパスポートが日本で親が日本人でも、いきなり違う国に住んだらカルチャーショックがあるわけ。すごい大変なわけ。それをちょっとでも帰国子女っていう、まあその言葉好きじゃないけど、帰国子女の側に立ってちょっと考えてくれたらいいなって思います。これが帰国子女の苦悩のビデオの終わりかな面白いかわからないけど、とりあえず面白いって思ってくれた人は高評価を押してください。あと見てくれてありがとうございました。次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。